こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゴリ先輩です。森カニです。今夜もよろしくお願いします。今日のテーマは日本の食べ物にまつわる日本語です。待ってました。今日は私が喋りすぎる回になりますよ。料理の名前、調理の言葉、道具、それから食べ方の作法まで一気にいきます。お腹がすく前です。何か食べながら聞いてもらってもいいくらい。その前に前回のおさらいをしましょう。車の維持費でしたね。車検と税金と保険と駐車場代。キーフレーズは安物買いの銭失いでした。使いましたか？使いました。安い包丁を買い替え続けてるのを思い出したんです。その包丁の話、今日ちょうど出てきますよ。で、今日の入り口なんですけど、この前ちょっと恥ずかしい思いをしました。何があったんですか？お昼ご飯の店で壁のお品書きが一つも読めなかったんです。ああ、縦書きの紙が並んでるやつですか？そうです。読めても何が出てくるのか想像がつきませんでした。それ、日本語の問題というより、料理の名前の作りを知らないだけかもしれません。作りと言いますと、日本の料理名って、素材と調理法をくっつけただけのものが多いんですよ。例えば、焼き魚、魚を焼いたもの、煮魚、魚を煮たもの。それだけです。あ、本当だ。急に読める気がしてきました。でしょ？だから今日は、その仕組みから順番に行きます。順番を先に教えてください。まず料理の名前。次に調理法と味の言葉。それから台所の道具。最後は、器と作法と季節の話です。ここが一番面白いところ。じゃあ最初に読めなかったお品書きの話に戻りましょそこに定食って書いてありませんでしたか？う。書いてありました。焼き魚定食とか、生姜焼き定食とか。定食というのは主役のおかず一つにご飯と汁物と小鉢がついてくる形です。セットになってるということですか？そうです。だから定食の前についてる言葉だけ読めば何が来るかわかります。なるほど。この組み合わせの元になってるのが一汁三菜という考え方です。一汁三菜。汁が一つ、菜が三つ。菜というのはおかずのことです。野菜の菜じゃないんですね。字は同じですけど、ここでは広くおかずを指します。肉でも魚でも菜です。3つも作るんですか？毎日は無理そうです。家庭では一汁一菜で十分という人もいます。理想の形の話ですね。安心しました。お店では主菜と副菜という言い方もします。主が中心、副が添え物。主菜が肉や魚で副菜が野菜みたいな。その理解で合ってます。栄養の話をするときにもよく出てきます。定食って実はよくできてるんですね。よくできてます。あと、ご飯と汁物はおかわりできる店も多いですよ。おかわり。それは知っておきたい言葉です。ご飯おかわりできますか？で通じます。無料かどうかは店によります。覚えました。じゃあ次は、ご飯とおかずが一つの器に乗ってしまう料理に行きましょう。丼物です。丼殿という字は、深い器のことです。器の名前が料理の名前になってるんですか？そうなんです。器にご飯を入れて、上に具を乗せる。それが丼物です。具というのは、中に入っている材料のことです。汁の具、おにぎりの具、いろいろ使えます。便利なイチゴですね。で、丼の名前もやっぱり素材で決まります。牛丼は牛肉、天丼は天ぷら、かつ、丼はとんかつを乗せたものです。卵で閉じてあるのが多いですね。閉じるって初めて聞きました。溶いた卵を回しかけて、ふんわり固めることです。料理でしか使わない言葉。じゃあ親子丼の親子って、まさか。そのまさかです。鶏肉と卵。だから親子。うわ、日本語怖い。ちなみに、鮭とイクラだと、海の親子丼と呼ばれたりします。そこまでやるんですか？やります。日本の料理名は、こういう見立てが好きなんです。見立てですか？あるものを別のものになぞらえること。
庭でも器でも料理でも使います。料理の名前から文化の話になりましたね。今日は何度もそうなりますよ。覚悟しておいてください。楽しみです。次は麺です。ここが1番。注文の言葉が細かく分かれます。麺というと、そばとうどんとラーメンですか？その3つが柱ですね。あと、そうめんと冷麦もありますけど、夏の話です。そばとうどんは何が違うんですか？材料です。そばはそば粉、うどんは小麦粉。色も太さも違います。なるほど。また素材でした。そうです。で、ここからが本番。温かいか冷たいかで名前が変わります。温かいそばは、かけそば。つゆをかけるからかけ。冷たいのは、盛りそば、またはざるそば。つゆにつけて食べます。盛りとざるは何が違うんですか？本来はざるの方に海苔が乗ります。ただ、これは店によって違います。そこも店によるんですね。徳の話は、だいたい最後に、店によるか家によるがつきます。覚えておきます。ラーメンはどうですか？ラーメンはスープで呼びます。醤油、塩、味噌、豚骨。味の名前で呼ぶんですね。はい。あと麺の硬さも選べる店があります。硬め、普通、柔らかめ。目がつくと少しそっち寄りという意味ですか？その通りです。多め、少なめ、大きめ。どこでも使えます。これは応用が効きますね。聞きます。それと、麺を追加したいときは、替え玉と言います。替え玉、使ってみたいです。じゃあ次は、名前がもっと専門的になるものに行きます。ジョン。寿司の前に、そもそも刺身と寿司は何が違うんですか？ご飯があるかないかです。刺身は切った魚だけ。そんなに単純なんですか？単純です。ただ、刺身の名前がちょっと不思議なんです。刺す身と書きます。切るのに刺す。昔、切るという字を嫌って避けたからという説があります。武士の時代ですね。縁起の話ですか？そうです。関西では今でも作りとかお作りと言います。地域で名前が変わるんですね。変わります。あと、刺身の横に細く切った大根が乗っていますよね。あります。あれ、食べていいんですか？食べていいです。妻と言います。飾りでもあり、口をさっぱりさせる役です。ずっと残していました。もったいないです。あと、わさびの漬け方にも作法があります。醤油に溶かしてました。多いです。本当は魚の上に少し乗せて、醤油は身に軽くつけるのが上品とされます。理由はあるんですか？わさびの香りが醤油に溶けると飛んでしまうからです。また香りの話ですね。香りが飛ぶ。また出ました。日本の食は香りをとても大事にします。ここは覚えておいてください。とはいえ、溶かしてる人も見ますよね。たくさんいます。日本人でも半分くらいは溶かします。気にしすぎなくて大丈夫。安心しました。じゃあ次は、ご飯と魚が組んだ方に行きましょ寿司ですね。う。寿司です。まず、寿司には形の違いがあります。握りと巻きと押し。握りが手で握ったやつです。そうです。巻きは海苔で巻いたもの。押しは箱で押し固めたもの。全部動作がそのまま名前になってます。気づきましたね。今日の裏テーマです。で、上に乗ってる魚は何て呼ぶんですか？ネタです。下のご飯はシャリ。この2語は寿司屋でしか使いません。業界の言葉ということですか？はい。ただ客も普通に使うので覚えておいて損はないです。他にもありますか？お茶をあがりと言ったり、生姜をガリと言ったり。ガリ。音から来てるんですか？そう言われています。ガリガリ噛む音から。日本語はこれが本当に多い。ただ上がりって客が言っていいんですか？いい質問です。あれは本来お店側の言葉なのでお茶で十分ですよ。無理に使わなくていいんですね。知ってるけど使わないが一番かっこいいです。
それいい言葉ですね。あと、回る寿司と回らない寿司という分け方もよく聞きます。回転するかどうかで値段が違うと。身も蓋もない言い方ですけど、まあ、そういうことです。身も蓋もない。今の言い回し、いいですね。器の話が出たついでに、次は鍋に行きましょうか。鍋も器の名前が料理の名前になったやつですよね。その通りです。飲み込みが早い。飲み込みが早いって理解が早いという意味ですか？はい。食べ物の言葉がそのまま人の評価に使われてる例です。なるほど。鍋の種類も教えてください。すき焼き、しゃぶしゃぶ、水炊き、寄せ鍋。この4つを押さえれば大体いけます。しゃぶしゃぶはまた音ですか？また音です。肉を湯にくぐらせる時の音から来ています。くぐらせるというのは、さっと通すことです。長く入れると硬くなるので、本当に一瞬。すき焼きは何が違うんですか？湯じゃなくて割り下という甘辛い汁で煮ます。生卵につけて食べます。生卵、平気ですか？日本の卵は生で食べる前提で管理されています。ただ苦手なら断って大丈夫。断り方も知りたいです。生卵は遠慮しておきますって完璧です。角は立ちません。角が立たない。いい表現です。あと鍋には締めという最後の楽しみがあります。締め。残った汁にご飯や麺を入れて食べることです。うどんを入れたり、雑炊にしたり。旨味が全部そこに残ってるわけですね。分かってきましたね。旨味の話は後でたっぷりやります。楽しみにしてます。その前に揚げ物を片付けましょう。ここも名前が混ざりやすい。揚げ物といえば、天ぷらと唐揚げととんかつ。その3つ。違いは衣です。衣。服の衣ですか？同じ字です。食材が着ている服と考えると覚えやすいですよ。わかりやすい。天ぷらは小麦粉と卵と水を溶いた薄い衣。さっくり軽く仕上げます。唐揚げは味をつけた鶏肉に粉をまぶして揚げます。粉だけなのでゴツッとします。まぶすって初めてです。粉を全体に薄くつけることです。砂糖をまぶすとも言います。とんかつはパン粉ですね。正解です。小麦粉、卵、パン粉の順。この3段が基本です。とんのかつって何ですか？トンは豚のことです。だから牛ならビーフカツ、鶏ならチキンカツ。また素材でした。しつこいくらい同じ規則です。揚げ物の言葉で他に覚えるべきものは？揚げたてです。たてがつくと、今できたばかりという意味になります。焼きたて、炊きたても同じですか？同じです。出来たて、取れたて、生まれたて。全部そうです。生まれたてまで行くんですね。きます。日本語はこういう小さな部品の使い回しが得意です。部品で覚えると早そうです。早いです。じゃあ幕の最後に家で作るものと粉物に行きましょう。家庭料理というと何が代表なんですか？肉じゃがですね。お袋の味の代名詞みたいに言われます。お袋の味。お袋はお母さんの砕けた言い方。家で食べて育った味という意味です。肉じゃがって名前がそのまますぎませんか？そのまますぎます。肉とじゃがいも。以上。すがすがしいです。他にも煮物、和え物、汁物、炒め物、ものがつく形が多いです。調理法プラスもの。はい。ものはそういう種類のものというくくりです。和え物の和えるはどういう動きですか？調味料と具をそっと混ぜ合わせることです。強く混ぜないのが大事。混ぜるより優しいんですね。優しいです。和という字が入ってるのもなんだかいいでしょ？確かに。粉物というのは小麦粉を使った料理のことです。お好み焼き、たこ焼き、焼きそば。お好み焼きのお好みというのは好きなものを入れて焼いていいという意味です。名前が自由すぎます。たこ焼きはタコが入ってるから。その通り。ここまで来ると
もう法則が体に入ってますね。入りました。素材と調理法、以上。見事です。ということは、次にやるべきは、調理法そのものですね。焼くとか、煮るとか。そこを押さえたら、料理の言葉は半分終わりです。行きましょう。まず焼くです。ここが一番よく使われる調理の動詞ですね。焼くって火で炙るイメージですけど、パンも焼くって言いますよね。言います。日本語の焼くは範囲が広いんです。網でも鉄板でもオーブンでも焼く。英語だとグリルとベイクとローストで分かれるやつが全部焼くなんですね。そうなんです。区別したいときは道具の名前を前につけます。網焼き、鉄板焼き、炭火焼き。また部品の組み合わせだ。そうです。で、油をひいて動かしながら焼くと、それは炒めるになります。動かすかどうかが分かれ目なんですか？そこと油ですね。炒めるは強い火で短時間というのも大事な条件です。野菜炒めってあれのことですね。そのままです。野菜を炒めたもの。もう説明がいりませんね。気持ちいいです、この規則性。もう一つ、炙るという動詞もあります。火にさっと近づけて表面だけ焼くことです。刺身を炙ったやつ食べたことあります。おぶりと言います。表面だけ火が入って中は生。あれは技術ですね。火が入るという言い方もするんですね。料理では毎日使います。火が通る、火を止める、火を強める。全部覚えて損はないです。火が通るというのは中まで焼けたということですか？その通りです。中まで火が通ってますかはお店でも使えます。実用的です。あともう一語。香ばしいという形容詞は焼いた時の匂いを褒める言葉です。いい匂い、より上ですか？上というより種類が違います。焦げの手前のあの香りだけを指します。その一語がある言語、豊かですね。食べ物の言葉はどの言語も豊かですよ。次は水を使う調理に行きましょう。水を使う調理というと、煮ると茹でるですか？はい、この2つ、学習者が一番混ぜてしまうところです。違いは何ですか？味をつけた汁で加熱するのが煮る。ただのお湯で加熱するのが茹でる。それだけです。はっきりしてますね。だから、卵は茹でる。じゃがいもも茹でる。でも、肉じゃがは煮る。味がついているかどうかで決まる。そういうことです。で、長く煮ることを煮込むと言います。コムがつくと深くなる感じですか？いい感覚です。中まで入る、しっかりやるという方向に動きます。考え込む、話し込むみたいな。まさに、料理の言葉と日常の言葉は地続きなんですよ。煮るときに他に必要な言葉は？沸騰です。ボコボコ泡が立つ状態。沸くとも言います。お湯を沸かすの沸かすですか？同じです。沸くが自動詞。沸かすが他動詞。この体は本当によく出ます。台所は自動詞と他動詞の宝庫ですね。宝庫です。煮える、煮る。焼ける、焼く。溶ける、溶かす。全部揃ってます。覚え直したくなってきました。台所で覚えると忘れません。手が動くからです。体で覚えるやつですね。そうです。あともう一つ、煮るときに落とし蓋というものを使います。落とす蓋、上に置かないんですか？材料の上に直接乗せます。汁が少なくても味が全体に回るんです。道具の話は後の幕でしたね。楽しみです。その前に、蒸すと炊くを片付けましょう。蒸すは湯気で加熱するやつですよね。そうです。湯気は水が沸いた時に立つ白い煙のようなものです。湯気っていい言葉ですね。いい言葉です。湯気が立つというだけで温かい絵が浮かびます。蒸す料理って何がありますか？茶碗蒸し、蒸し餃子、それから蒸し野菜。名前に蒸しが入ってます。茶碗蒸しは茶碗で蒸すから。
その通りです。器の名前がまた出てきました。本当にそればっかりですね。それと、蒸らすという似た動詞があります。ここは要注意です。蒸すと蒸らす。蒸らすは、火を止めた後、蓋をしたまま置いておくことです。ご飯で必ず使います。そのご飯の話、ちょうど聞きたかったんです。ご飯を作ることは、炊くと言います。作るとも、茹でるとも言いません。炊く専用の動詞なんですね。ほぼ専用です。米と豆と、あとは地域によって煮物にも使います。また地域によるが出ました。今日で何回言うか数えてみてください。炊き込みご飯というのも聞きます。具と味を一緒に入れて炊いたご飯です。ここでもコムが働いてます。部品が効いてます。効いてます。ここまでで加熱の動詞は大体出揃いました。焼く、炒める、炙る、煮入れる、茹でる、煮込む、蒸す、蒸らす、炊く。見事に言えました。じゃあ、火を使わない方、切る言葉に行きましょう。切り方にも名前があるんですか？たくさんあります。レシピを読むなら、ここが一番の壁かもしれません。代表的なものを教えてください。千切り、みじん切り、薄切り、ぶつ切り、そぎ切り。この5つで大体足ります。千切りの線は千個の線ですか？そうです。細く長く、たくさんに切ること。キャベツでよく見ますね。とんかつの横のやつですね。あれです。みじん切りは、もっと細かく、粒みたいにすること。玉ねぎのやつだ。目が痛くなるやつ。そのやつです。ぶつ切りは逆に、大きくザクザク切ること。ザクザクって音ですね。また音です。日本語のレシピは、音で動きを説明してきます。そぎ切りは包丁を寝かせて斜めに削ぐように切ることです。面が広くなって火が通りやすい。包丁を寝かせるっていい表現ですね。道具を人みたいに扱う言い方、日本語は多いですよ。包丁が立つ、寝る。他に切る系の言葉はありますか？刻むと剥くですね。刻むは細かく切ること。剥くは皮を取ること。皮を剥く。リンゴのやつですね。そうです。ちなみに刻むは心に刻むという使い方もあります。また台所から外に出ました。出ます。日本語は手の動きから心の動きに言葉が伸びていきます。いい話です。じゃあ今日の山場に行きましょう。だしとうまみです。だしってスープの素みたいなものですか？近いですけど少し違います。だしは旨味だけを水に移した液体です。旨味だけ。油とか肉の味は入らないんですか？ほとんど入りません。そこが西洋のスープと一番違うところです。透き通ってるのはそのせいですか？そのせいです。だしは澄んでいるほどいいとされます。澄む。いい言葉ですね。空気も音も目も澄みます。だしにも使えるのが日本語らしいところ。だしは何から取るんですか？昆布と鰹節が二大柱です。あと干し椎茸と煮干し。全部乾いたものですね。よく気づきました。乾かすと旨味が濃くなるんです。時間が味を作る。時間が味を作る。かっこいいです。そして出汁は作るとは言いません。取ると言います。出汁を取る。取る。素材から引き出す感じですか？まさにそれです。作るんじゃなくて、もともとある味を出してもらう。考え方がもう違いますね。違います。日本料理は足すより引くことを大事にします。旨味という言葉自体はいつからあるんですか？100年ちょっと前に日本の研究者が第5の味として名前をつけました。甘い、しょっぱい、酸っぱい、苦いの次ですね。その5つ目です。今では世界中で旨味という日本語のまま通じます。日本語がそのまま輸出された例ですね。そうです。じゃあ次はその旨味を時間が作る話をしましょう。だしの話で気づいたんですけど、味噌も醤油も元は同じような作り方ですか？
鋭いです。どちらも大豆を発酵させて作ります。兄弟みたいなものですね。発酵、腐るのと何が違うんですか？いい質問です。人に都合がいい方が発酵、悪い方が腐敗。実は同じ現象です。人間の都合で名前が変わるんですか？変わります。正直な言葉ですよね。日本の食は発酵でできています。味噌、醤油、あとは酢、みりん、酒、納豆、漬物、鰹節。ほとんど全部です。鰹節も発酵なんですか？そうなんです。何度もカビをつけて乾かします。世界で一番硬い食べ物とも言われます。食べ物にカビをつけるんですか？つけます。麹という日本の食を支えているカビの仲間もいます。麹、聞いたことがあります。米や麦につけて甘みと旨みを引き出します。日本の国のカビとも呼ばれます。国のカビ、すごい標語です。漬物の言葉も少しやりましょう。漬けるとぬかと。つけるは液に入れておくことですか？液でも塩でもぬかでも時間をかけて味を入れる動作です。ぬか床って何ですか？米のぬかに塩と水を混ぜた野菜を漬けるための床です。毎日かき混ぜて育てます。育てる、生き物みたいですね。実際生き物です。だから旅行に行けないという人もいるくらいです。ペットみたいな扱いです。そこまで行きます。じゃあ次はその旨味に何を足すか。調味料の話です。調味料は何から覚えればいいですか？覚え方が決まっています。さし、すせ、そという順番です。50音の作業ですか？そうです。さが砂糖、しが塩、すが酢、せが醤油、そが味噌。待ってください。醤油は醤油ですよね。せじゃないです。鋭いです。昔はせうゆと書いたので、その名残なんです。古い書き方が残ってるんですね。残ってます。で、この順番には理由があります。入れる順番なんです。順番があるんですか？砂糖は粒が大きくて染み込みにくいので先。塩は先に入れると水分を出してしまう。染み込む。また込むだ。また込むです。中まで入っていく感じ覚えましたね。醤油と味噌が最後なのは香りが飛ぶからです。長く煮るとあの香りがなくなってしまうんです。香りが飛ぶっていい言い方ですね。飛ぶは酒の場面でも使います。アルコールが飛ぶとか。さしすせそ以外で大事なものはありますか？みりんと酒です。この2つがあると家の味が一段上がります。みりんって甘いお酒ですか？甘い調味料です。照りを出したり生臭さを消したりします。照り、照り焼きの照り。その照りです。焼きと合わせて照り焼き。もう説明がいりませんね。全部つながってきました。つながります。じゃあその味をどう言葉にするか。次はそこです。味の感想って美味しい以外に何て言えばいいんでしょそこ大事です。美味しいだけだと会話が一往復で終わります。う？確かにそこで止まります。まず味の濃さです。薄味と濃い味。これが一番よく使われます。薄味は味が足りないという意味ですか？いいえ、そこが面白いところで、薄味は褒め言葉にもなります。褒め言葉。素材の味が生きてるという意味になるからです。関西の料理でよく言われます。味が薄いのに味が生きてる。面白い言い方です。日本の食の考え方がそのまま出てる表現ですね。あっさりとこってりも聞きます。あっさりは軽くてしつこくない。こってりは油と旨味が濃くて重い。ラーメンの説明でよく見ます。そこが一番出会う場所ですね。あと、コクという言葉があります。コク。訳せない気がします。訳しにくいです。味に深さと厚みがあって後を引く感じ。後を引く。食べ終わってもまだ食べたくなるという意味です。おやつの説明でよく使います。
危険な言葉ですね。危険です。反対に、まろやかという褒め方もあります。まろやか、丸い感じですか？その通りです。角がなくて、口の中で優しく広がる味です。また角が出てきました。都度は立つ。都度はない。人にも味にも使います。じゃあ、次は、口の中の感触です。食感の言葉って日本語はやたら多い気がします。多いです。研究者が数えたら400を超えるという話もあります。400。多すぎませんか？多すぎます。でも実際に使うのは20くらいで足ります。その20を教えてください。まず、もちもち。米や餅やパンの弾む感じです。餅から来てるんですね。そのままです。次にサクサク。揚げ物やクッキーの軽く割れる音。サクサク仕事が進むとも言いますよね。言います。食感の言葉は仕事や性格にどんどん転用されます。他には、しっとりとパサパサ。これは水分の量です。しっとりが良くてパサパサが悪い。はっきり良し悪しが決まってるんですね。決まってます。トロトロ、ふわふわ、シャキシャキ。このあたりも全部褒め言葉です。シャキシャキは野菜ですか？野菜です。新鮮で歯ごたえがある状態。人にも使うとテキパキした人。歯ごたえというのは、噛んだ時の手ごたえです。歯ごたえがあるで褒めることになります。手ごたえの歯の範なんですね。そうです。あと、舌触りと喉越しという言葉もあります。喉越し、喉を通る時の感じですか？そうです。蕎麦やビールを褒める時の定番です。喉越しがいい。味じゃなくて通り方を褒めるんですね。そこは日本語の面白いところです。じゃあ、レシピの言葉で幕を閉じましょう。レシピを読もうとしていつも止まる言葉があります。当ててみましょう。適量ですか？それです。適量っていくつなんですか？決まっていません。ちょうどいい量という意味です。それがわからないから困ってるんですけど。みんなそう言います。作る人に任せるという文化なんです。少々というのもあります。少々は指2本でつまむ量。一つまみは指3本でつまむ量です。ちゃんと定義があるんですか？一応あります。ただこれも本によって少し違います。また違うんですか？今日で何回目でしょう。他には、ひと煮立ちという言葉もあります。ひと煮立ち。一回沸かすということですか？そうです。ポコッと沸いたらすぐ火を止める。人が一回を表します。一休み、一言みたいな。その通りです。あと、アクを取るという工程もよく出ます。アクって何ですか？いた時に浮いてくる茶色い泡です。えぐみの元なのですくって捨てます。えぐみ。また旨味と同じ形ですね。同じです。甘みも苦みも酸味も全部この形で作れます。形容詞から名詞を作る部品なんですね。その理解でいいです。最後に、下ごしらえという言葉。下ごしらえ。準備ということですか？火を使う前の全部です。洗う、切る、水につける、味をつけておく。そこで料理の出来が決まりそうですね。決まります。じゃあ、その手が触る道具の方に行きましょう。台所の主役から始めましょう。包丁です。冒頭で私が買い替え続けてるやつですね。そうです。日本の包丁は用途で名前が変わります。何種類くらいあるんですか？専門店なら数十ありますけど、家庭で必要なのは1本か2本です。その1本は何ですか？特包丁です。3つの徳と書きます。肉も魚も野菜も切れるという意味。僕が3つ。かっこいい名前です。他には野菜用の菜切り、刺身用の柳刃、魚をさばく出刃があります。さばくというのは、魚を骨と身に分けることです。3枚におろすとも言います。4枚。身が2枚と
骨が1枚。その通りです。数え方まで決まってるのが日本語らしいですね。包丁の手入れの言葉も知りたいです。研ぐです。砥石に当てて刃を鋭くすること。米を研ぐの研ぐと同じ字ですか？同じです。こすって磨くという共通の動きなんですね。切れ味という言葉も聞きます。よく切れるかどうかです。ここでも味という字が入ってるのが面白い。切れ味の鋭い意見とも言いますよね。言います。台所の言葉がまた外に出ていきました。まな板の方はどうですか？まな板です。魚を意味する古い言葉に板を足した名前だと言われています。まな板の上の恋という言い方も聞いたことがあります。覚悟を決めて相手に任せるという意味です。ちゃんと魚が関係してましたね。つながりました。次は火にかける方ですか？そうです。鍋とフライパンに行きましょう。鍋は料理の名前でも道具の名前でもあるんでしたね。そうです。道具としては片手鍋、両手鍋、土鍋の3つを押さえれば十分。片手と両手は取っ手の数ですか？その通りです。取っ手が1つか2つか、それだけの違いです。土鍋は土でできた鍋です。ゆっくり温まって、ゆっくり冷めます。だから鍋料理に使うんですね。食卓に出しても最後まで熱いままなんです。理にかなってます。理にかなう、いい表現です。道理に合っているということです。今日はこういう言葉が広い放題ですね。土鍋は扱いが難しそうです。空ばきをしないこと。それだけ守れば長持ちします。空ばき、何も入れずに火にかけること。その通り。空という字は中身がないときに幅広く使えます。空っぽ、空回りみたいな。そうです。フライパンの方は焦げつくという言葉が大事です。焦げてくっつくということですか？その2つが合体した動詞です。焦げつかないフライパンが売り文句になります。焦げつくってお金でも使いませんか？使います。貸したお金が戻ってこないときに焦げつくと言います。怖い言葉になりました。あと、蓋という言葉も覚えておいてください。蓋をすると言えばいいですか？それでいいです。蓋をして蒸らすが一番よく出る組み合わせです。さっきの蒸らすが出てきました。つながりましたね。じゃあ、その蒸らすの本場ご飯に行きましょう。炊飯器、うちにもあります。炊飯器は、炊く飯の器と書きます。もう名前で全部説明が終わってます。本当だ。器という字がここにも。器は道具全般にも使えます。食器、洗面器、それから人の器。人の器。度量という意味ですか？そうです。器が大きい人という褒め方をします。覚えます。ご飯を炊く手順も教えてください。まず米を研ぐ。次に水加減を決める。そして炊く。最後に蒸らす。水加減。加減という言葉は他でも使いますか？火加減、塩加減、力加減。ちょうどいい程度という意味の万能語です。適量と近いですね。近いです。日本の料理はこの曖昧な言葉で回ってます。火加減は具体的にどう言うんですか？強火、中火、弱火。それと、とろ火という一番弱いのがあります。とろ火。とろとろのとろですか？同じ感じです。ゆっくり、静かに。音を立てないくらいの火です。ご飯を混ぜる道具の名前も知りたいです。しゃもじです。炊けたご飯を切るように混ぜます。切るように混ぜる。潰さないためですか？その通りです。粒を立たせるという言い方をします。米の粒が立つ。日本人、米に真剣すぎます。真剣です。おこげという言葉もありますよ。焦げたご飯ですか？そうですけど、これは失敗じゃなくてご褒美です。好きな人は多いんです。焦げが褒められるの初めて聞きました。香ばしいですからね。じゃあ、小さい道具をまとめて片付けましょう。小さい道具というと、ざる、ボウル、
菜箸、お玉、ヘラ。この5つで台所は回ります。ざるはそばのざるですか？同じものです。網目になった入れ物で水を切るのに使います。水を切る。切るをここでも使うんですね。切るは立つという意味が広いんです。水を切る、電話を切る、エチを切る。縁を切るは重いです。重いです。ざるにはざる法という言い方もあります。抜け穴だらけの法律みたいな。その通りです。網目から全部こぼれるという見立てですね。菜箸は普通の箸と違うんですか？長いです。厚いものを扱うので手が離れるように作ってあります。なの字は幕の最初に出てきたおかずのなですね。よく覚えてます。おかずを扱う箸という意味です。お玉は汁をすくうやつですか？そうです。正式にはお玉じゃくし。丸くて枝長い形から来ています。お玉じゃくし。カエルの子と同じ名前ですね。同じです。形が似てるから、これも見立てです。今日見立てが何回も出てきます。日本語の骨組みだからです。ヘラは平らで押したり返したりする道具。お好み焼きをひっくり返すやつですね。それです。ひっくり返す。いい動詞ですね。人生でも使えます。今日は言葉が全部外に出ていきます。台所は言葉の畑ですから。じゃあ、一レンジの話に行きましょう。日本の台所のコンロ、魚を焼く場所がありますよね。魚焼きグリルです。あれは日本の台所の名物ですね。使ったことがなくて正直怖いです。わかります。でも一度使うとフライパンより後片付けが楽なんです。後片付け。片付けの前に後がつくんですね。終わった後の片付けという意味です。宴会の後片付けとかも言います。電子レンジの言い方も知りたいです。温めるが基本です。コンビニでも温めますかと必ず聞かれます。あれいつも一瞬固まります。お願いしますか？大丈夫です。この2つで足ります。大丈夫ですが断りになるのが不思議です。そのままで問題ないという意味から来ています。柔らかい断り方ですね。レンジで他に使う言葉は？解凍です。凍ったものを溶かして戻すこと。冷凍の反対ですね。解凍ってパソコンでも使いませんか？使います。圧縮したものを元に戻すときですね。ここでも台所から外へ。湯を沸かす道具は夜間ですよね。やかん、ケトル。両方使います。やかんの方が少し古い感じがします。沸いたら笛が鳴るやつがありますね。あります。あの音、日本の家の音の一つです。その湯で次はお茶ですね。そうです。お茶の道具は意外と細かい言葉があります。急須って小さい取っ手のついたやつですか？それです。取っ手が横についてるのが日本の形です。お茶は入れると言えばいいですか？お茶を入れるで正解です。コーヒーも同じく入れると言います。注ぐとは違うんですか？違います。入れるは作ること。注ぐは器に移す動きだけです。作ると運ぶの違いですね。近いです。お酒を注ぐはよく使います。相手のグラスに注ぐ。それ作法がありそうです。あります。ただ最近は緩くなってきていて、無理にしなくても大丈夫です。湯飲みという言葉も出てきました。湯を飲むと書きます。お茶を飲む。取っ手のない茶碗のことです。湯ってお湯のことですよね。お茶なのに湯。鋭いです。昔は白湯を飲む器でもあったので、その名残です。白湯。何も入れていないお湯ですか？そうです。体にいいと言って朝に飲む人もいます。お茶の種類も多いですよね。煎茶、玉露、ほうじ茶、玄米茶、麦茶。同じはから作り分けるものもあります。ほうじ茶はほうじるからほうじ茶ですか？その通りです。茶葉を火でいって香ばしくしたものです。香ばしい。出ました。覚えてくれて嬉しいです。麦茶も
麦を至ってあります。だから夏に飲んでも香りが強いんですね。そうなんです。じゃあ、飲み残しや作り置きの話に行きましょう。作り置きってまとめて作っておくことですか？そうです。休みの日に何品か作って平日に食べます。その時に気になるのがいつまで食べられるかです。日持ちという言葉があります。どれくらい持つかという意味です。持つ。時間に対して持つというんですね。体力が持たない。電池が持たない。どれも同じ持つです。パッケージに2つ日付がありますよね。あれがわかりません。賞味期限と消費期限です。ここは絶対に区別してください。違いは何ですか？賞味期限は美味しく食べられる目安です。少し過ぎても食べられます。消費期限はこちらは安全の期限です。過ぎたら食べない方がいいです。お弁当やお肉につきます。賞味の賞は賞をもらうの賞ですか？同じ字です。味を褒めながら味わうという意味が元にあります。綺麗な言葉だったんですね。そうなんです。保存の言葉も少しやりましょう。冷蔵と冷凍と常温。常温は普通の温度ということですか？部屋の温度です。常温で保存と書いてあったら冷蔵庫に入れなくていい。夏の日本の部屋は常温が怖いです。本当にそうです。夏は表示より早めに食べるが安全です。早めの目が出ました。麺の硬さでやったやつです。ちゃんとつながってますね。つながります。買い物の言葉も知りたいです。いいところです。それで幕を閉じましょう。スーパーでまず読めないのが売り場の看板です。鮮魚、精肉、青果。この3つが読めれば、生鮮売り場は生はできます。青か。青い果物じゃないですよね。野菜と果物です。青が野菜を表すのは日本語の古い使い方ですね。青信号と同じ話ですか？同じ話です。昔の日本語は青と緑を分けていませんでした。値札の言葉も難しいです。本体価格と税込み。税込みと書いてあればレジでその値段です。それは助かります。あと、夕方に貼られる値引きシール。半額とか3割引きとか。3割引き。割という単位が難しいです。1割が10分の1です。だから3割引きは 30% 引き。10分の1。分の読み方が難しいです。分は時間なら分、割合なら分、文脈で切り替えます。そこ、いつも間違えます。日本人も慣れで読んでるだけなので気にしなくて大丈夫です。量り売りというのもありますよね。重さで値段が決まる売り方です。100g いくらという表示になります。産地という表示も見ます。作られた土地です。日本は産地をとても気にする国なんです。同じ野菜でも産地で値段が違ったりしますか？違います。そしてその裏には季節の考え方があるんです。その話、次の幕でやりましょう。そうしましょう。器と作法と季節。今日の一番美味しいところです。では器です。日本の食卓は器の数がとにかく多いです。確かに1人分でも4つ5つ並びます。まずご飯を入れるのが茶碗。汁を入れるのが汁碗です。茶碗ってお茶の碗ですよね。ご飯なのに。また名残です。もともとお茶の器だったものがご飯にも広がりました。区別したいときはどう言うんですか？ご飯茶碗と湯飲み茶碗。前に用途を足せば片付きます。また部品を前に足す形ですね。そうです。あと、平たいのが皿。小さくて深いのが小鉢。小鉢は定食で出てきたやつですね。覚えてますね。それから箸置き。箸を置く小さな道具です。あの小さいやつ、飾りだと思ってました。実用品です。使うと食べ方がぐっと丁寧に見えます。ないときはどうすればいいですか？箸袋を折って作る人が多いです。あれ、結構素敵な習慣ですよ。
やってみます。器の材料にも名前がありますか？陶器と磁器と漆器です。土のもの、石のもの、木に漆を塗ったもの。漆器は汁碗に使うやつですか？そうです。熱いのに持っても手が熱くならない。よくできてます。だから汁碗は持ち上げていいんですね。いいところに気づきました。それ、次の話にちょうどつながります。並べ方の話ですか？配膳と言います。日本にはちゃんと決まった位置があります。決まってるんですか？知りませんでした。基本はご飯が左、汁が右です。手前に置きます。なぜ左がご飯なんですか？諸説ありますが、古くから左が上とされてきたからと言われています。ご飯が一番偉いと。そういうことになります。主食ですからね。逆に置くと失礼になりますか？失礼というほどではないです。ただ、見た人がちょっと落ち着かない感じ。その感覚わかる気がします。あと、盛り付けという言葉があります。器に美しく置くこと。盛るはさっき出てきた言葉ですか？盛りそばの盛りです。積み上げるように置くこと。つながりました。盛り付けのコツはありますか？余白を残すことです。器いっぱいに盛らない。空きが上品に見せます。余白。書道や絵と同じ考え方ですね。全く同じです。だから、日本料理は目で食べると言われます。目で食べる。いい言葉です。彩りという言葉もよく使います。色のバランスのことです。お弁当で気にするやつですね。そうです。赤、黄、緑が入ると急によく見えます。不思議ですよ。味は変わってないのに。変わってないのに美味しく感じます。人間って正直ですね。では、いよいよ箸ですね。いよいよです。ここが今日一番覚える価値があるところです。箸の使い方に名前のついたタブーがあると聞きました。未来箸と言います。やってはいけない箸の使い方の総称です。いくつあるんですか？数え方によりますが、40以上あると言われます。全部は覚えなくて大丈夫。40。多すぎます。大事なのは3つだけです。差し箸、寄せ箸、迷い箸。差し箸は食べ物を刺すことですか？そうです。フォークみたいに刺して食べるのは避けます。ついやってしまいそうです。みんなやりたくなります。特に里芋とか滑るものは、寄せ箸は箸で器を引き寄せることです。器は手で持ちましょうということですね。さっきの器を持ち上げる話につながりますね。つながります。迷い箸はどれにしようか箸を空中で迷わせること。それ完全にやってます。私もです。決めてから伸ばすが理想ということですね。他にこれだけはというのはありますか？ 2つあります。ご飯に箸を立てないこと。それと箸から箸へ渡さないこと。その2つは特別な理由があるんですか？どちらもお葬式の場でする作法だからです。日常でやると縁起が悪い。なるほど。それは知っておいてよかったです。この2つだけ避ければ、あとは自然にしていて大丈夫です。気が楽になりました。作法は人を緊張させるためのものじゃないですからね。いい考え方です。では、食べる前の言葉に行きましょう。いただきますですね。これは知っています。知っている人は多いですけど、意味まで知ってる人は少ないんです。食事の前の挨拶ではないんですか？それもありますけど、いただくは、もらうの謙譲語です。何をもらうんですか？命です。動物も植物も、生きていたものをいただくという意味です。重いですね、急に。重いです。でも、だから毎日言うんだと思います。ごちそうさまの方はごちそうと書きます。馳せる、走る。どちらも走るという意味の字です。なぜ走るんですか？昔、客をもてなすために走り回って食材を集めたからです。その走った人へのお礼なんですね。そうなんです。作ってくれた人への言葉です。いただきますが命へ。ごちそうさまが人へ。
きれいにまとめましたね。今のは私が使いたいくらいです。一人で食べるときも言うんですか？いる人が多いです。相手がいなくても対象は食べ物そのものだからです。手を合わせる人もいますよね。地域や家によります。しない家も普通にあります。出ました。地域による。そろそろ数えるのをやめました。食べてる最中の作法も聞いていいですか？もちろんです。ここは外国の方が一番驚くところですよ。麺をすする音。あれは本当にいいんですか？そばやラーメンなら音を立てて大丈夫です。むしろ自然です。国によってはかなり失礼になりますよね。なります。だからここは文化がはっきり分かれるところです。なぜ日本では大丈夫なんですか？空気と一緒に吸うと香りが鼻に抜けるからだと言われています。理屈があるんですね。ただ、無理にすする必要はありません。できなくても誰も困りません。それを聞いて安心しました。逆に、日本で気になる音もあります。食器がぶつかる音です。箸と皿が当たる音ですか？それと、器を強く置く音ですね。静かに置くと、丁寧に見えます。麺の音は良くて、器の音は気になる。難しいです。食べる音は良くて、道具の音はダメ。そう覚えると整理できます。わかりやすいです。器を持ち上げるのは、小さい器は持ち上げます。ご飯茶碗も汁碗も手に持って食べます。大きい皿は置いたまま。そうです。持ち上げられる大きさかどうかで判断すれば大体合います。顔を近づけて食べるのは、犬食いといってあまりよく見られません。器を口に近づける方です。器を持つ文化とつながってるんですね。全部つながってます。器が軽いから持てる。持てるから顔を下げない。道具が作法を作ってるんですね。そういうことです。ここで一つ大事な実用の話を挟みましょう。作法とは別にどうしても聞きたいことがあります。どうぞ。食べられないものがあるとき、どう言えばいいんですか？とても大事な質問です。これは遠慮せず、はっきり言ってください。曖昧にしない方がいいんですね。はい。日本語は遠回しが多いですけど、ここだけは別です。アレルギーの言い方から教えてください。卵アレルギーがあります。この形が一番通じます。前に食材を入れるだけです。また部品を前に足す形ですね。今日ずっとやってきた組み立てです。命に関わるときは、これで大丈夫です。アレルギーではなく、単に苦手なときは、苦手という言葉が便利です。嫌いより柔らかくて角が立ちません。また角が立たないが出ました。今日の裏テーマかもしれません。生ものが苦手で十分通じます。宗教上の理由がある場合は、宗教上の理由で豚肉は食べられません。この形でそのまま伝わります。理由を細かく説明しなくていいんですか？必要ありません。そういえば、大抵深くは聞かれません。お店で頼む時の言い方もありますか？抜きでお願いできますかが万能です。ネギ抜き、わさび抜きと言えます。抜くは取り除くという意味ですね。そうです。ただ、出汁まで抜けるかは店によります。そこは必ず確認を。だしは見えないところに入ってますからね。そこが日本の食の難しいところです。困ったら必ず先に聞いてください。覚えました。では、季節の話に行きましょう。旬という言葉、よく見ます。その食材が一番美味しい時期のことです。値段も一番安くなります。美味しくて安い。いいことしかないですね。だから買い物の時に旬を見るのが一番賢い方法なんです。旬に関係する言葉は他にもありますか？しり、もこり、名残という3段階があります。季節の始め、真ん中、終わり。季節を3つに分けるんですか？分けます。走りは初物とも言って、少し高くても喜んで買う人がいます。高くても買うんですか？初物を食べると寿命が伸びる、なんて言い伝えもあるくらいです。名残はさっき出てきましたね。せうゆの名残の名残です。終わりかけの少し寂しい感じ。
食べ物に感情が乗ってます。載ってます。行事の食べ物になると、もっとはっきりします。行事食ですか。決まった日に決まったものを食べる習慣です。年越しそばがわかりやすい例。大晦日に食べるやつですね。なぜそばなんですか。細く長く生きられるようにという願いです。あと、切れやすいから縁を切る。縁を切る。さっき重い言葉だと言ってたやつです。ここでは悪いものとの縁を切るという良い意味です。言葉は文脈次第ですね。他の行事食も知りたいです。正月のおせちと雑煮、夏の土用の牛のうなぎ、冬至のかぼちゃ。全部理由がありそうです。あります。だいたい語呂合わせか体にいいからのどちらかです。語呂合わせで食べ物が決まるの面白いです。言葉が好きな国ですから。じゃあ最後に食べ物から生まれた言い回しを。食べ物の慣用句いくつか教えてください。まず腹八分目に医者いらず、食べ過ぎない方が健康だという意味です。8分目。8割ということですか。そうです。お腹いっぱいの8割で止めておく。よく言われる健康の知恵ですね。他には竹空大津。美味しくて思わず音を立てるくらいという意味です。下の靴目。字が綺麗ですね。書き言葉寄りですけど、旅行番組でよく聞きます。もっと日常で使えるものはありますか。あります。今日のキーフレーズにしようと思っていた一つです。そろそろですね。その前にもう一つだけ。食べ盛りという言葉。もかりは旬のもかりと同じですか。同じです。一番よく食べる時期。つまり育ち盛りの子供のことです。人にも森があるんですね。働き盛り、伸び盛り。日本語は人を季節みたいに見るんです。今日で一番綺麗な話かもしれません。でしょ？では今日のキーフレーズに行きましょう。ちょっと整理してみましょう。はい。今日の一言はこれです。口に合う。口に合う。その人の好みに味が合っているという意味です。美味しいかどうかではなく、その人に合うかどうかを言います。あ、もう一回言ってもらえますか。美味しいかどうかではなく、その人に合うかどうか。それが口に合うです。使い方の例をいくつかお願いします。一つ目。人の家でごちそうになったとき、お口に合いますかと聞かれます。その時はどう答えればいいですか。はい、とても美味しいです。これで十分です。二つ目。自分が作って出すとき、お口に合うといいんですけど、と添えます。自信たっぷりに出さないんですね。そこが日本語らしいところです。相手に判断を預ける言い方なんです。三つ目。合わなかった時にも使えます。ちょっと口に合わなくてと言えば角が立ちません。まずいと言わずに済むんですね。その通りです。美味しくないは料理を否定します。口に合わないは自分の話です。主語が違うんですね。それは大きいです。大きいです。日本語の優しさがこの一言に全部入ってます。今日の料理の言葉、全部この一言に着地しましたね。着地しました。名前も作り方も道具も作法も、最後は人に合うかどうか。では声に出してみましょう。3つ数えたら一緒に。はい。3、2、1。口に合う。いいですね。もう一つ、今日の実用の一言も、ご飯おかわりできますか？それが言えたら今日から食卓が広がります。今日は料理の名前から作法まで一気に走りました。走り回って集めたという意味ではごちそうさまですね。うまい。今日の中で一番うまいことを言いました。覚えることが多かったですけど、規則が一つでした。素材と調理法と器。この3つでほとんどの名前が読めます。今度こそあのお品書きが読めそうです。読めます。読めたらぜひ注文してみてください。皆さんも今日の一言使ってみてください。口に合いましたか？よかったらコメントで教えてください。ではまた次回。おやすみなさい。